11月も半ばを過ぎ、いよいよ年末年始が射程距離に入ってまいりました。クリスマスや忘年会など、会食や飲み会の多くなるシーズンに入ってまいります。今回は、サラリーマンの聖地とも呼ばれ、多くの飲食店が集まる街、新橋という地名が使われ、別名、コンパル色とも呼ばれる伝統色、新橋色を深掘りしていきます。この色は、前回の動画、長春色と同じく、化学染料によって生まれ、同時期に流行した色であり、長春色の動画と合わせてご覧いただけますと、これらの色が生まれた激動の時代背景について、さらなる理解を深めることができるものと思います。動画の最後には、新橋色と相性の良い配色もご紹介いたしますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。皆様、こんにちは。シェイズ・オブ・日本です。このチャンネルでは、日本の美しい伝統色を一色ずつ取り上げ、ゆっくり丁寧にご紹介しております。本日ご紹介するのは、地名がそのまま式名となっております。少々珍しい伝統色、新橋色です。この明るい青緑系の色は、化学染料由来の流行色であり、今から150年内に生まれたという、伝統色の中でもとても新しい一色です。新橋色を通してきっとあなたもまだ知らない日本文化の魅力に出会えるはずです。この色の奥深い世界を一緒に探ってまいりましょう。新橋色、JISの慣用式名では明るい緑みの青、他にも緑みの鮮やかな青、明るい青緑色など様々な表現があります。浅黄色系の色ですが、浅黄色よりもやや薄く明るい色とされます。化学染料由来であるために、天然染料時代の藍染め系の青とは印象が異なる鮮やかさ、そして洋風の明るさを感じさせ、ターコイズブルーに似た色だとも言われています。また、この色は別名、コンパル色とも呼ばれ、これは新橋芸者の置屋が多く存在していたコンパル人道に由来しています。前回の動画、長春色の中でもご説明しましたように、日本には幕末あたりから徐々に化学染料が入ってきます。当時のイギリスはビクトリア朝時代で、産業革命、機械工業による大量生産などの目覚ましい躍進の中にありました。江戸幕府がアメリカと日米和親条約を締結し、鎖国政策が終わりを迎える1854年の2年後、1856年のイギリスでは、コールタールから生成されたアニリンという化学物質を化学反応させて作った世界初の合成染料モーブが開発されます。その後、マゼンタ、アニリンブルー、ローズアニリン、アニリンブラックなど様々な色の合成染料が開発され、それが明治維新の開国前後の日本にも流入し始め、錦絵や布の染色にも徐々に用いられるようになります。さらに1880年代になると、アニリン染料の輸入量は一気に増加します。紅花、藍、紫などの天然染料から合成染料への移行が、明治維新以降の日本の洋化、工業化時を一にして始まります。この新橋色という色も、明治末期から大正にかけて流行った合成染料由来の色の一つです。前回の動画で取り上げました長春色は、新橋色と同じ時期に同じく合成染料から生まれたもので、イギリスのオールドローズが由来でしたが、こちらの新橋色は地名にちなんだ式名であり、その由来は長春色とは大きく異なります。新橋色が生まれた背景を理解するために、その発祥の地である新橋花柳界の成り立ちを見ていきましょう。新橋花町の起源は江戸時代に遡ります。現在の銀座8丁目付近には
室町時代から続く能楽の流派コンパル家の広大な屋敷がありました。コンパル、関西、宝生、金剛の能楽4家は江戸幕府の儀礼に関わる式学と定められ、家禄を支給される特別な家柄であり、中でもコンパル家はその筆頭格でした。元禄5年1693年頃にはコンパル太夫は現在の銀座8丁目に屋敷を拝領していました。やがてコンパル屋敷は麹町に移転してしまうのですが、その後この屋敷跡地が花町として発展していきます。コンパル屋敷で下働きをしていた女性たちが歌や舞などの芸に秀でた者たちを中心にコンパル芸者としてなりわいを始め、これが新橋芸者のルーツになったと言われています。公式なコンパル芸者の始まりは幕末の安政4年1857年、常磐の女師匠が老中太田助元に願い出て芸を披露するだけでなく、客への借や給仕をも許可するよう上申し、幕府から借取り御免というお墨付きを得てコンパル芸者のスタイルが確立されました。幕末期、新橋界隈は各藩の大名屋敷に近く、公儀の役人やお留守居役たちの接待や社交の場として多用されました。特に注目すべきは、後に明治政府を樹立する薩摩、長州、土佐、肥前の西国出身の志士たちの利用です。彼らは江戸の息が支配する古い花町の柳橋では無粋と見られ歓迎されませんでした。そのため彼らは信仰であった新橋での宴席を好みひいきにしました。新橋という地名は明治初期から使われるようになり、コンパル芸者もこれ以降次第に新橋芸者と呼ばれるようになります。明治時代に入ると新橋は新政府高官や政財界の要人たちが集う場所となり、日本一の社交場と称されるほどの発展を遂げます。また新橋の料理屋や待合は当時の三井財閥などの財界茶人が茶器や書画を披露する茶会を開く場でもあったため、芸者たちには一層の教養と洗練されたたしなみが求められました。新橋芸者は他所の下流会に先駆けて芸の専科制を導入し、一流の家元や名人を講師に迎え技芸の向上に努めました。その結果、新橋は芸の新橋として日本各地の下流会からも一目置かれる存在となります。実際明治初期には花町の格付けがあり、新橋と柳橋は一等地で花代1円と定められ、他の東京の花町日本橋や数寄屋橋で80銭、烏森や吉原で50銭などを大きくしのぐ最高額でした。これは新橋が最高格の遊興の場であり、芸者の格と人気の高さを物語っています。新橋とそれに続く銀座エリアは明治5年1872年、新橋横浜間に日本初の鉄道が敷かれ、横浜の港から入ってきた西洋の最新の品々はまずはこの新橋駅に運ばれてくるという立地となり、またこの地域一帯には火事に強い町づくりを目指し、現在の銀座通りである銀座レンガ街が作られ、いち早くガス灯も導入され、インフラの面でも西洋文明が導入され、まさにソフトハードの両面ともにハイカラな場所となりました。ハイカラとは英語のハイカラー、丈の高い襟に由来し、西洋風なこと、目新しく洒落ていることを意味します。そんなこの時代の最先端の空気、すなわちハイカラを最も早く、そして貪欲に取り入れたのが新橋の芸者たちでした。余談ですが、この新橋という地名はもともとは江戸時代初期、東海道の整備に伴い汐留川に架けられた新しい橋に由来します。当初は新橋と呼ばれていましたが、宝永7年1710年、橋のそばに江戸城の芝口御門が設置されたことに伴い、新橋は芝口橋と改称されますが、14年後には火災で焼失、再建された橋は再び新橋と名付けられます。その後明治に入り、日本の鉄道の起点となる新橋停車場ができたことから、駅の北側の地域が新橋と呼ばれるようになります。汐留川にかかっていた新橋は昭和38年1963年、東京五輪開催に合わせて首都高速を建設する際にその役目を終えますが、現在も銀座中央通り8丁目交差点脇に
石造りの親柱が大切に残されています。話を元に戻し、舶来の品がどんどん入ってくる中で、先ほどもお話ししました人工染料アニリンブルーなども入ってきます。アニリン染料によってセルリアンブルーに近い鮮やかな青緑色の実現が可能になりました。それまでの日本で主流だった藍染めなどの天然染料では出せなかったこの明るく明瞭な青緑は、当時の人々の目に強烈な新鮮さを持って映りました。新興地である新橋の芸者たちは、場所的にも客層的にも常に新しいものや貴重なものに触れられる環境下にあり、この時代の彼女たちは日本の最先端を行くファッションリーダーでもありました。そんな彼女たちがこの輸入された鮮やかな青緑色で染められた着物をいち早く取り入れました。彼女たちの華やかで艶のある着物姿は人目を引き、次第に一般の女性たちも新橋の芸者さんのような着物の色に仕立ててくださいと注文するようになります。こうして次第にこの色は新橋芸者、コンパル芸者好みの色として新橋色、コンパル色と広く呼ばれるようになっていきます。この色は日本画家である鏑木清方や上村松園、伊藤新水らの美人画にも効果的に使われた色として知られています。このことからも当時新橋色がいかに人気があり、世に広まった流行色であったかを垣間見ることができると思います。特に鏑木清方にとって新橋色は好みの色でもあったようです。出光美術館編集、出光美術館研究企業という書籍には次のような一節があります。清方の美人画の着衣には例えば青緑系の色が頻繁に登場する。これが俗に新橋色と呼ばれる。明治から大正にかけて新橋芸者の好んだ着衣の色であることは確かなのだが、ナイルブルーとターコイズブルーの中間のような微妙な色合いはそうした時代の色という枠組みを超えて、ここでは画人清方の好みの色として記憶される。新橋色、すなわちコンパル色の由来となったコンパル屋敷のあったコンパル通りは銀座中央通りの一本西側で、中央通りと平行に南北に伸びる通りであり、現在も道の名前にその名残を残しています。通りの街路灯の銘板には今もシンボルカラーとしてこの明るい青緑、新橋色が使われています。また毎年8月7日には能楽コンパル祭りが開催され、コンパル通りにて路上能としてコンパル流宗家が自ら能楽を回れます。鉄道においては新交通、ゆりかもめ、新橋駅のテーマカラーにもこの新橋色が採用されており、現代の東京の街にもその色が息づいています。余談ですが、コンパル通りにはコンパル湯という開業160年を超える老舗の銭湯があります。幕末の文久3年1863年に開業したこの銭湯はこの町の変化、そして人々を長年見守り続けてきたことと思います。当時の芸者さんたちをはじめ、銀座、新橋で活躍していたさまざまな人々もこのコンパル湯を利用していたのかなと思うと、とても感慨深いものがあります。ここでは新橋色と相性の良い配色を2つご紹介します。配色の見本帳というサイトには新橋色と相性の良い色がいくつか紹介されています。それらのヘックス値に近い伝統色を抽出し採用させていただきました。1つ目は高麗南土との配色です。新橋色と同じく緑みの青のバリエーションであり、明度のコントラスト配色となります。この2色を用いたグラフィックとファッションのイメージを AI に作成してもらいました。どうぞご覧ください。2つ目は美人画を多く手掛け、その中で新橋色を多用していた画家鏑木清方の絵画に描かれる女性たちによく使用されている黒、白、銀種との配色です。新橋色の着物に黒の道中着や帯、下駄や草履などの黒、半襟やおしろいの白、そして草履の鼻緒や着物の襦袢、かんざしや背景など差し色として使われている銀種です。銀種は
色相間において新橋色の反対に位置する色相のコントラスト配色となります。これらの4色を用いたグラフィックとファッションのイメージを引き続きご覧ください。いかがでしたでしょうか。新橋色、それは単なる美しい色ではありません。能楽の格式ある土地から生まれ、明治大正時代のハイカラを取り込んだファッションリーダーである新橋芸者たちから広まっていった新しい美意識と格式を象徴した色です。新橋や銀座を訪れる際には、ぜひこの鮮やかな青緑色のルーツを思い出し、コンパル通りを散策しながら、あるいはコンパル湯で一風呂浴びながら、日本の歴史の奥深さに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。このチャンネルではこれからもさまざまな日本の伝統食をご紹介してまいります。本日の動画をお楽しみいただけましたら、ぜひいいねやチャンネル登録をお願いいたします。また次の動画がアップされたことがすぐにわかりますように、ベルマーク通知の設定をオンにしてお待ちくださいませ。取り上げてほしい伝統食や色にまつわるエピソードがありましたら、ぜひコメントで教えてください。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。